こんにちは、デミコです。はい。これで完璧。何があって、デミコですがね、これで完璧かなと。やっと戻ってきたぞ。よし。というわけでですね、前回、どこで終わったか、変わってないじゃないか、あんまりって思うと思うんですけど、ちょっとほら、なんか筋編みとかね、なんか米編みをしようなんつって、ちょっと、まあ滑り出してた感じなんだけど、やめました。はい、やめました。はい。ということでね、同じようにこう続けてきたんですけど、ここでね、でもね、この柄に続けて、ちょっと違う柄もちょこちょこちょこっと入れつつ、スタイル的にはこんな感じでずっといこうかな、なんつって思ってるんですけど、こうやってね、見た時にね、いやでもこの柄やっぱり意外といいじゃんとか思っちゃうわけですよ。この緑のところのね、柄をね。いいなとちょっと思ってて。で、この後にまたいろいろ説明して、どうせ変わるからそんな説明すんだよって思うかもしれないけど、まあ一応説明させてくださいよ。今の頭の中っていうことでね。はいはい。で、このベージュがね、もうこれで終わるっていうか、この終わった後にこれ全部入れていこうと思います。残り。で、全部入れてって、で、全部かなわかんないな。まあ幅にもよるんだけれども、ある程度の幅に来たら今度またね、紫を入れていこうと思ってるわけですよ。ここにチロッと入れてあるんだけれども、まあちょこっと紫をこんな感じで一段ちょろっと入れつつ、このベージュが終わったら、今度がっつりまた紫を入れようと思ってるんですね。幅取るために。だってなんせほら、今25センチくらい今25センチくらいでしょだって。24センチだわ。24センチ戻ってない。この前25センチって言わなかったっけ？おかしいな。まあいいや。はい。で、24センチですわ。で、幅50センチぐらいにしたいです。最低でも。50センチぐらいいっちゃおうかなと思って。まあ、お試ししながらですよ。もちろん首に巻きながらね、雰囲気を見ながらなんだけれども、それ考えると、まあ紫をがっつり入れて、そこで、この緑のこの柄を復活させようかな、また。みたいな。目論見なわけですよ。で、そしたら、その後またちょっと色をチャラチャラっとなんか、このドナウ川ドナウ川みたいに流れてるってことかなこれね。ドナウ川。はい。ドナウ川を入れて、ほんのりね、入れたりなんかしながら、最後にこの藍色っていうのかなこれをなんか入れられたらいいな。で、その最後の藍色はまたこれで、今度こそ最後はまた米編みでこんな感じで、同じように縁はやろうかななんつってね、思ってるんですけど、まあとりあえずね、これをね、どう入れていくかって、なんつうのどういったそれをね、ちょっとこっからまた違う柄を、ちょっと違う柄っていうか変形っていうか、ちょっとね、入れていこうかななんて思ってて。で、これはね、だから、同じように来てるわけですよ。ずーっと、なんつうの、中長編みの、この V 字みたいなね、中長編みをして、1個鎖編んで、中長編みを2つ入れて、1個鎖をして、中長編み2つ入れてっていうのをずーっとね、こうやって入れてるんだけども、これをね、ちょっと、変形っていうのかなちょっと待って。変形。変形型っていうか、まあなんて言ったらいいのかな、この間にグラにこのね、これは基本的に続けていくんだけど、その合間合間にグラニーステッチをこう入れていこうかなっていう感じになるのかなね。なのでここで123で立ち上がり、ひっくり返して、この穴ね、3で立ち上がった後、そのまま長編みをここに3つ、ちょっと待って、3つ抜けちゃうんだよね、こうやってつるつる滑るね。3つ入れます。これをこうやって3つ入れます。でこれは3目で1つの模様になるので、普通のグラニーステッチだとここに鎖入れるけど、入れずにそのままどんどんこの隙間っていうか、このね V 字と V 字の間のこの穴にこの3つ3目長編みを3つね入れてきます。どんこ入れてきますよ。ね。難しいことないわね。はい、こういう感じで。間違えた。それ中長編み。はい。こういう感じで入れていきます。はい。なので、この段は楽ちんちんにサクサク入っていくと思うんですけど。
これやるとでもなんかね、長編みだからね、減りが早いよね。まあその分さ進むからいいんだけど。でもうなんかあれだね。なんかなんて言ったらいいの、ワクワク包囲網がやばいね。本当にやばい。電車にも乗れないっちゅうからさ、8月からどうしよう。ひどくない？なんか昨日見た記事っていうか、あれではニュースではあれだったね。外国のニュースだけど、フランスのニュースじゃないけど、もうまるでフランスが中国みたいっていや、もともとね、フランスっていう国はですね、実はね仲いいんですわね、C 国とね。であれですよ、なんだかんだ言って裏で取引してるような国ですよ、フランスは。はっきり言ってね、なんていうのかな、中国にやられてる元なんとかってね、社会党のね、なんとかって名前知ってるけどあえて言わないんだけどね、っていうのがね、いるわけですよ、元首相が。でね、時代のね、某首相をやっていたなんとかっていう人がいるんですけど、C 国っていうとその人の名前が上がってくんだよね。であれですよ、フランス人にはちなみに売国奴って呼ばれてますけど、その人ね、中国に国売ったっつって言われてますけれども、その人がね、いまだにまだね C 国関連でね、顔をね覗かしてくるんでね、チラッ完全に彼はあれですけどね、マネートラップかハニートラップか分かりませんけど、多分両方だと思うんですけど、完全にもうズブズブですわ。そういう人がいるんですよ。で割となんていうのかな、近いところにいるんですよね、私の周辺にね。でね、その人の話は、ね、時々入ってくるわけですね。その人の話がね、ほんと話聞いてるともうね、どんだけズブズブなのって、どんだけやられてんだって、ほんとそういう感じなんだよね。だからね、もうなんていうのかな、その橋渡しをしてる人ってのがやっぱりいてね、で政権の中枢にいた人がそれだからさ、やっぱりさってね政権が変わってもなんていうのかな、そういうつながりってやっぱりあるだろうし、言っちゃえば今の政権もはっきり言って保守的ではないですからね。どっちかっつったらね、リベラルっていうのが一番正しいのかもしれないんだけれども、どっちかって言ったらあっち側の人なので、国を守るというよりもあれですよ、はっきり言ったあれですかね、マクロン君はあっち側の犬ですから、その裏のね裏の人たちっていうのかな、なんていうのかな、その人たちの思惑に沿って動くわけですね。なのでワクワクも国民 100% に打たせるって言ってるぐらいだから、お里が知れるっていうのかしらなんて言ったらいいのかわからないけれど、そっち側なのねっていう感じなんだよね、要はね。でもとにかくワクワクも包囲網がひどいので、そこから抜け出す術はないのかと。抜け出すっていうか、そのね、どうなんだろうって思うんだけど、これあれですね、もうかなり包囲網がひどくなってきたら、もうあれですね、ここで暮らしていくことを考えたら打たざるを得ないっていう感じだわ。本当に強制じゃないって言うんですよ、大統領府はね。強制ではないと。そして差別するつもりのものでもないし、別に彼らの行動範囲を狭めよう、打たない人の行動範囲を狭めようというつもりもないって言ってるけど、実際そうなってんじゃん。口ではそう言うけど見え見えだよね。要はだから 100% 狙ってんだからさ、行動範囲を狭めるつもりはないけれどもワクワクを出せるつもりはあるっていうことでしょ、要はね。本当にひどい包囲網だわと思って。自由はどこへ。本当自由の国フランスは消えたねって感じだね。こんな全体主義みたいなことしてさ。文句言ってるフランス人もいますよ、もちろん。文句言ってるフランス人もいますよ。選択肢がないのかっていうさ、その選択の自由はないのかって、法的にね根拠あんのかって、それももちろん言われてるわけですよね。だけど法的に根拠あるのかって言った時に、新しい法律作り上がりましたみたいな感じで、なんて言ったらいいの、後からだから後付けだよね。法的根拠文句言われないように法律作っちゃえって話でしょ、だって。それやってんだわね、きっとね、今ね。確か今やってんのかな、通ったのかな、よくわかんないんだけど。
あんまり私はフランスのあれには政治にはそれほど詳しくないんで、ニュースベースでしかね、表面上のニュースベースでしか知ることできないんで私ね、いやほんとどうなってんだろうって感じで、だから嫌だ嫌だ言いながら打つ人いますよ。私の周りにも出始めましたよ。嫌だって言ってたのに打つ人がね、しょうがないって言って、だってカフェにも行けない、レストランにも行けないって言って、ありえないよね。でもそうやってだから、だからそう考えたらやっぱ包囲網だよね。電車にも乗れない、映画にも行けない、お店にも行けない、買い物も行けないってなると、もうどう考えても包囲網っしょこれ。だってね、包囲網だよね。おいで追いやって最終的には全部捉えるってわけでしょ。だってさ、こんなんでさ、もしさあれだよね、もしだよ、例えばさ、ありえるのはさ、例えばどうだろうね、分かんないけどさ、じゃあ空港の出入りもなんかしてないとダメってことになるとさ、例えば行きたい先の国がさ、もし強制じゃなくってさ、別にさ打ってなくても入れる国でさね、入れる国だからさ、そっちの国に行こうと思ってさ、国をさフランスを出ようとしてもさ、もしさ空港の立ち入りがさワクワク必須とかだったらさ、もうそこでアウトだよね。国出れないよね。なんかそういうことまでしそうなんだけど外国人も打たなきゃいけないことになっちゃうけど、そうなるとさ、だからフランスに来るためには打たなきゃいけないってことになっちゃうんだよね。そうなると外から来る人もね、強制ではないと言いながら強制じゃんそれってね。恐ろしい。そしてさ、どうやって管理するかって言ったらアプリケーションでさ管理するわけよね。でいちいちさこう QR コードで読み取って、店のところに掲げてある QR コードを読み取って、どっかのサイトに行ってうんたらかんたらみたいな、全部自分のそのなんていうのかな、スマホ情報とかさ、そのなんていうのかな、何月何日の何曜日何時にどこどこの店にいたっていうのが全部わかるわけでしょ。それでどこに送られてるのか知らないけど、まあ政府なのかもしれないけど、いやー気持ち悪いと思って。本当にひどい包囲網だわ。本当に包囲網でさワクワク打たせた挙句の果てに全部情報を拾い上げようって吸い取ろうっていうさ、そのなんていうのかな、その情報を吸い上げようとしてるわけではないかもしれないけど、結果的にそうなるってことでしょ。全部誰がどこにいて何を食べて何にいくら払ってどこで買い物して何を買ってっていうのが全部バレバレになるわけだからさ、それってさ本当になんていうの、銀行カードを使えばねバレるしね。もちろん銀行カードを使わないで現金を使えばそこまではバレないのかもしれないけどさ、別に何食べたかぐらいバレたっていいんだけど、別に悪いことしてるわけじゃないからね。でも誰とどこにいたっていうのもさ分かるわけよね。だって監視カメラもあるしさ。いやーほんと気持ち悪い世界だわ。悪いことしてるわけじゃないけど、でも気持ち悪いよね。なんかね、自分の動きが全部把握されてるどっかでっていう、記録に残ってるっていう。だからね、そのあれですよ、見た番組で言ってましたよ。まるでなんていうのかな、C 国と同じだって、フランスはもう今や。本当だからなんていうのかな、こう追い詰められてる感じだよね、感覚としては今ね。感覚としてはもう完全に追い詰められた感がありますね。どうにもできませんみたいな。どう抵抗しようといろいろ考えてみても、これがさしばらくの間とかっていうんだったらさ、例えば1年とか2年とかっていうさ話だったらさあれだけど、まだねここで暮らしてるだけだったらね、なんとかこうなんとかゴキブリのように隙間でコソ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 しながらね暮らしていけるかもしれないけどさ。でもほら私はほら日本に帰ったりもしたいしさ、その時にさどうしても例えば飛行機乗るのにさ必要とかさ、だって今あれでしょ、 JAL はあれでしょ、あれなんでしょ、ワクワクしてないと乗れないんでしょ。だって
そういう航空会社ももちろんあるわけだし、してないと入れられないっていうか入れない国も出てきてるし、実際ね。だからなんかもうほんとバカバカしい、こんな流行り病でそこまでするって、気狂ってるとしか思えないわ。というわけでね、私かなり追い詰められてましてね。ほいでさ、例えばさ、その自分のしたくないことを無理やりしなきゃいけない時のストレスって半端ないじゃないですか。ね、自分のさ、思いとか考えとか心に反することする時にストレスがあるわけでしょ。で今回さ、なんていうの、反することをするだけじゃなくて、それをさ、その行為そのもの自体がさ、自分の体には必要のないこと、もしくは害になるかもしれないようなことをさ、わざわざあえてする必要のないことをしなきゃいけないっていうさ、そのなんかそこだよね、やっぱりストレスっていうのはね。なんかすごいストレスなんですけど、ほんとやだ、ほんとやだ。でこれをさ、なんとかさ、自分の気持ちを納得させてしょうがない、じゃあ受けるかっていうところまで持ってく、なんていうのかな、その持ってくまでのその自分の心の抵抗感っていうのが非常に強いっていう、このね、どうやって持ってこうっていうね、踏ん切りつきませんまだみたいな、なので様子見なんですけど、ほんとやだ、悔しいったらないわ。そう悔しいっていう気持ち、なんかもうね、もうワクワク打った瞬間に負けたって感じよね。勝ち負けかよみたいな。負けたって感じだわ。でも打たなきゃいけないんだろうか。ほんとやだ、ちょっと様子見るわ。様子見るわやっぱり。やだ、打つとしたらどの会社のがいいんだろう。そんなこんなでね、しばらく私はね、そのことしか頭にないかもしれません。そのなんていうのかな、その思いから逃げるようにあれですね、大量の編み物でもしますか。はい。本当嫌になっちゃう。もう完全にワクワク包囲網だわ。どうするよ、この包囲網から逃げられる？逃げられなさそうです。デミコさん、この包囲網から逃げられなさそうです。どうしたらいいんだろう。いや、どうしたらいいんだろうって考えるあれもないよね、本当にね。余地もないって感じ。もう完全にね、自由選択と言いながらどう考えても強制。終わったって感じ。フランス終わったわ。100% も必要ないのになんで 100% 打たせたいん？ねえ、そうだよね。だって感染をさ、広げたくないっていうかさ、止めたいんだったらさ、言われてんじゃん。だって 100% 打つ必要ないじゃん。だって 70% 打てば OK じゃんってね。ほんとそうなんだけどさ、なんで 100% 打たせるあれがあんの、必要があんの。 70% いったらもう緩めりゃいいじゃんねって話で。確かにね、あれですよ、フランスは、ブレーキかかってましたよ、ちょっとね。だってほら、打ちたい人、打ってもいい人はタッとと打つじゃない、やっぱり。で迷ってた人っていうのがさ、やっぱりいるわけでしょ。あと絶対堅くなり打ちたくない人っていうのがいるわけでしょ。で今回のだからさ、マクロン君のさ、あれですよ、おしゃべりっていうか、国民に対しての演説ねのあと直後100万人の人が予約したらしいですからね。迷ってた人たちだろうね。だからね、この状況になったらもう打たないと生きていけないっていうかね、また生活に戻れないんだって思えば、迷ってた人はそこで打とうと決めるよね。ほいで100万人だから、話をしない、ああいうっていうか、こういう状況にしてるわけだろうけどね、打たせようとしてね、もちろん。いやだってどう考えてもそうとしか思えないからね、やっぱりね。こういう状況にすればみんな打つだろうっていうことで政策やってるわけだからさ、どう考えてもね。本当にそんなにワクワクを売りたいかって話でね。本当そうだよね。あんなにワクワクで金儲けたいかってね。身動き取れなくなってますね。やばいっすね。これ何、本当に打つの私。いや怖い世の中。どうしたらいいんだろう。前回と同じこと言っていますいや本当に怖いっすね。でもね、いや全体主義だわ。来たわ、管理社会とうとうね。とっくに来てたんだけどね。でもなんかまさに管理社会、直接的にコントロールされてる感じがムンムンとして
おります。フランスでございます。キャー。ふう。はい、最後まで来ました。最後はね、一つ長編みをここに入れて終了。で、次鎖一つ立ち上がってひっくり返して、まず根元に一つ細編みをする。そしたら今度は何するかって言ったら123で鎖を編んで、ここ間に細編みで留める。123鎖編みをして間に細編みで留める。123して間に細編みで留める。これをちょっとね繰り返してやっていこうかなと。ちょっとだからこうぷよんとぷよんとぷよんと穴が開く感じになるんだけど、123で細編み。という夢を見たんだっていう感じの、なんていうのかな、こう戻っております。はい戻っておりますが、いやもういやどうしようかなと思ったんだけど、なんかねやっぱりねちょっとねこっちの方がちっちゃくて可愛いなと思っちゃったんだよね。こっちの方がやっぱりちっちゃくて可愛いわってでやっぱり戻りました。はい、戻りました。はい。で、なぜそのまま流すかっていうのはもうおしゃべりしたからね。おしゃべりしちゃったからいろいろもったいないんでそのまま流しますわまた。いやーもうなんかねこの数十分の間ですよ。さっき撮ったのとね、今この撮ってるのの数十分の間にね、余計またね、こう来ましたよ。ストレスがかかるようなことが。なんかね、もうね、なんかさっさとさ、なんとワクチン打ったさ、知り合いからなんつうの連絡が来てさ、なんかもう間はもうワクチンのことを誰々で言ってたけどさ、もううざいっつってもううざいっつって、じゃあ今ストレスなんだっつって、ワクチンのことでストレスなんだっつったら、そんなにストレスに考えなくてもいいのにとか、それはてめえの考え方だろっつっててめえはそう思うかもしれないけどこっちは違うんだよっつって一周したとこですよ自分は打っちゃったもんだからさ、ハリバリしちゃってさ、本当最初は嫌だ言ってたくせに打っちゃったもんだからハリバリしちゃって、そんなね、どうしようもないんだから諦めろよみたいなこと言われてもね、まだ心の準備ができないんでふざけんなっつって、ほっとけっつって一周しときました。はい、ほっとけだわ本当に。うちの家人なんかさもう打ってるからさあれなんだけどさ、もう包囲網が敷かれてることに関してさ、もう笑い上がりましたよ私に。本当にはは、確かに君は大変だね、ははははみたいな、笑いやがったわもうどうしてくれよって感じ、こいつめみたいな。自分はね打ってるからね気が楽だよね本当にね。打ちたくない人はどうしたらいいんだろう。もうその話ばっかになっちゃうね。もうやめようこの話ね、やめようこの話というわけでね、ちょっとしばらくこれ続けてきますよ。もう本当に気が済むのでこれ続けるわ。で次あたりにちょっとまた紫を入れようかな。どうしようかな、どこで紫入れようかな。もうちょっと編んでからにしようかな。もうちょっと編んでからでいいな。いやもうほんとふざけんなって感じ。でもね別にねあれですよ、乗れないわけでも電車絶対乗れないわけでもないし、レストランに絶対行けないわけでもないんですよ。だから PCR のテストの結果がね陰性証明があればいいわけですから、とりあえずねとりあえずそれがあればいいわけですから、無料の間期間中だから無料、8月いっぱいはまだ無料だからね、もうそれでなんとかやっていくわ。でその後考えればまた、今考えたくないわ。今考えたくないので考えません無理やり。いいです、そのまま。必要があればテストすればいいから今のところ。でもまだ私一度も実はテストしたことないのよね、考えてみたら。だって必要にならなかったから今までね。だって症状も別にね、一時期ちょろっと風邪ひいたけど、でもそんなの普通の風邪だって分かってたし、別にそんなの調べてないし、でもそうだからテストする必要がなかったから今までテストすらしたことないわ本当に。
なんかそう考えるとなんかパラレルワールドだわやっぱりね。自分の生きてる世界とみんなが生きてる世界となんか違う感じがする。いいよ、とりあえず8月いっぱいは別に受けません。9月になってから考えよう。有料になってね、いくらになるかだよね、 PCR 検査がね。どんぐらいなんだろう、30ユーロ3000円とかそんぐらいかな。いくらなんだろうね、本当にいくらになるか知らないけど、その金額によるかな。どうしよう、その金額むっちゃ釣り上げてきたらどうする。だってそしたらさ、あれだよね、日本に行く時とかさ、ワクワクしててもさ、あれ陰性証明必要よくわかんないんだけど、どうなってんの。ワクワクしてる人は何のあれもなしにスルーでいけるのかしらね。よくわかんないんだけど、何のあれもなくスルーでいけんだったらあれだけどさ、ワクワクしてんのにさ、陰性証明も必要とかふざけたこと言ったりするのかしらね。こっちからの陰性証明なんかいらないじゃんね。入国の時の陰性証明だけでいいじゃんね。空港でやる陰性かどうかのテストだけでね。空港で検査するんだったら何の意味もなくない。こっちからもわざわざ持ってく陰性証明なんてね。何なの。だからこっちから出発時の陰性証明とかもいらないってことにしてほしいんだけど、それがさ有料になってさ、いくらになるか知らないけどむっちゃ高くなったらさ、今はなんか日本から出国する時にやってる陰性の証明用のそのテストもうむっちゃ高いしね。いくらだか知ってます？ 39,000 円ですって。39,000 円ですよ、私が聞いたところによると。どんだけぼったくってんのねえ、本当に。やだ。やめ、もうこの話やめたい。本当やだ。すいませんね、もうそんな話ばっかりで。頭痛いわ。というわけでね、これをね続けてきますよ。もう今日はこの話も終わり。はい、終わり。みんなどうすんだろう、私の周り。私の周りの日本人たち、みんなどうするんだい。ねえ、本当に。はい。ですね、また日付変わりまして、というわけでね、首都でまたちょろっと進んでまいりましたよ。はい。で、この前、こうやってね、中長編みの V 字っていうのかな。それでずっと切ってたやつのところで、こうやって紫をちょろっと入れ、またベージュを入れ、紫をちょろっと入れ、そこら辺でちょっと、もうこれ系統なくなりそうだなっていう感じだったので、ここで一旦終了にして、なくなりましたわ。こんな感じですわ。残り、これ。ね、これ、あれですわ。あれ用に取っておかないと、なんだっけ、フリンジ用にね、いくらか残しておかないといけないので、こんな感じでね。ほいで、その後紫、これまた柄入れてるんですけど、この緑と同じ、ここと同じやつをまた入れ始めました。なんだかんだで、可愛いかなと思ってね、この柄もね、悪くないかなってちょっとね、思って。ね、パッと見ちょっと変則的な感じがするんで、こことちょっと対照的っていうかね、こんな感じになっていいんじゃないかなと思って、紫でこれしばらく入れてきます。これよりももっと入れてきます。っていうのはね、まだね、紫ね、まだあとね、3玉近くあるんだな。3玉近くあるから相当入れられるんだよね。だから2玉は入れようかなと思ってて、で、3玉使うかどうかちょっと幅によるんで分かんないんですけど、今のところちょっとどんぐらいある？幅は今のところ32センチぐらいまで来ましたね。こうした方がいい？こうしとく？こうする？だいたい32センチ弱、31.5 ぐらい。見えないじゃんね、これね。31.5 ぐらいね。これね、こんな感じで来てます。これはね、あれですよ。50センチぐらいには持ってきたいので、そうなると、だいたいこの緑のこの幅がね、この幅がだいたい違う、もうそのまんまですわ。1玉なわけですよね。で、それが5センチぐらいいくわけだから、ほいだら5センチの10センチのはいけるわけよね、あとね。そうすると40センチぐらいいく。ほいでもって、あとは適当に、まだドナウ川とか、菜の花とか、あとインディゴもまだあるんで、インディゴはね、一番最後に入れようかなと、ちょっと思ってるわけです。はい。ね、インディゴはね、最初に。
まあでも、菜の花はバーッと大きくは入れません。やっぱこの黄色なんでね、相当目立つんで、これは本当になんか差し色っていうのかな。敵にちょろっと入れる感じでね、入れていこうかなと思ったんですけど、じゃあね、ちょっとやりますか。はい。やりますよ。あれライトがついてないね。ちょっとライトつけて。変わる？なんか変わる？少し変わる？まあいいや。つけといた方が私的にも見やすいんで、ちょっとつけておきます。いやー、今日はね、もうね、気温がね、あれですよ、上がってきましたよ。なんかね、今日の気温はね、29度になってたね、今ね。でも、うち、温まり始めても、外が温まり始めても、家の中は結構涼しいんで、全然感じないんですよ。全然感じなくて、これが、本当にもう32、3度ぐらいになってくると、こう、だんだんコンクリがね、この建物のコンクリが温まって、で、家の中もこう、暑くなってくる感じなんだけれども、まあ、とりあえず今のところまだ涼しい毎日を過ごしております。外はでもね、今日は日曜日っていうことも、今日日曜日なんですけど、日曜日っていうこともあって静かで、日差しが結構強くて静かな日曜日っていう感じでね、もう夏の日曜日っていう感じがしてますけど、まあ明日、そうだな、明日はちょっと、明日じゃなくて多分明後日出かけるかな。明後日、揺れたな、ごめんな。今当たってもうた手が。はい。で、明日は多分出かけずに、明後日、しあさってでちょっと出かけようかな。泊まりじゃないですよ。泊まりじゃなくてね、近所2カ所ちょっとね、行きたいなと思っているところがね、ちょっと行こうかって言ってるところがあるんで、で、明日じゃなくて、明後日、しあさってぐらいでちょっとサクッとね、車でちょろっと行ってこようかなっていう感じでございますよ。はい。なので今日はこれちょっと進めておかんと2日間ちょっとあんまり撮影はできなそうなので、まあ代わりにお散歩動画撮影しますけどね、もちろんね。いやしかしなんかあれですね、日本でもちょろっと報道されてるようですね。フランスの強制ワクワクの話強制じゃないけどほぼ強制と言ってもいいみたいなね、ある番組っていうか、まあネット番組ですけど、ネット番組によってはなんかね、C 国みたいって言ってやっぱり言われてましたけど、全体主義やってきたみたいな、本当に管理社会だわみたいなね。いややってくれたよねフランスって感じみたいでね、他の国がそれに追随してしまう可能性があるっていう感じでね、ほらためらってた国とかもさ、ほらこの周辺ね、ヨーロッパのこのフランスの周辺諸国ね、ためらっていたけども、一国がそうやってやってしまうと右に習いでやっちゃう国もね出てくると思うから、それがスタンダードになっちゃうとね、ちょっとねって感じもしないでもないけどね。でもさ、あれでしょ、ワクワクパスポートをさこう導入して、でもすでにやめた国とかもあるでしょ。イスラエルとかね、一時導入するって言って導入したけど、でもすでにやめたんだよね、あの国は確かね。そういう国もある中ね、なんかそうやって今更ですかみたいなねえ。アメリカみたいなああいうさ、なんていうのかな、合衆国ね、ああいういくつもの連邦国っていうのはね、ほら州によってね法律が作れるからね、もうそんなんだったらね、その州に逃げるっていう人たちもねアメリカだと出てるぐらいだから、そういうことも可能なのかもしれないけど、まあフランスはねちょっと連邦国ではないのでね、そういうことはできませんが、なのであれですな、逃げ道がなくなったらやばいっすなっていう感じですけどね。はい。いやでも本当でもねあれですよ、フランス中国はですね、もともとその気のある全体主義に近い全体主義というか、まあ全体主義の一つである社会主義ねに近い民主主義なんで、割とね人々の考え方としても。なんかそうじゃない人もいっぱいいますよ、もちろんそうじゃない人もいますけど、でも全体的にこうなんとなく雰囲気的に見ると、人々の考え方っていうのはやっぱりみんなが平等であるべきだ的な考え方っていうのがやっぱり根強いっていうか、すごいんですよ。やっぱりなんていうのかな、その格差に対する嫉妬もすごいし、だからもう持ってるやつからむしり取れみたいな感覚がやっぱりあるからね。それってさ、ある意味あれだよね、全体主義だよね、やっぱりね。平均化しろってわけですよ、みんなのその例えば暮らしだのなんだの
そういうものをさ平均化しろっていう意識がやっぱり強いっていうかね。だから金持ちに対しては嫉妬する人も多いし、ね、うまくいってる人に対してなんかねそう嫉妬心すごいですねこの国ね。なんでなんでしょうね。そんな嫉妬するんだったら自分で手に入れればいいじゃないかって思ったりするんだけど、そうでもないらしいよ。だからみんな口開けて待ってるばっかりの人が結構多いからね、そういう社会なんだけれども、自由の国って一応言われてて、なんていうのかな、自由は保障されてるはずなんですけど、でもそう言いながら結局なんていうのかな、自分で自分の首を絞める人たちが結構多いぞっていう感じ。ね。いやまあどうなってくのか知らないけどねこの国もね。まあいっか、しょうがないよね。でもねそこで暮らしてる限りしょうがないっちゃしょうがないんだけどね。さあ端っこまで来ました。はい、じゃあ次の段いきましょう。いやでもねなんかいろいろニュース見てるとね本当になんかほらニュースもあったでしょ。ほらドイツのほら洪水っていうかあれも土石流みたいなもんだよね。でもね畑がさこうバーッと普通にあったところがごっそーっと落ちちゃってるってさ、あれもだから雨降って地固まんなのに全然崩れてんじゃんね最近みんなどこもかしこもね。いやもう冗談じゃないんだけどさ本当になんだっけここどうすんだっけちょっと待ってね。そうでドイツのねやつもねあれだけど、ドイツだけじゃなくてベルギーとかオランダも被害が出てて、特にベルギーの被害もねひどくって映像で見たけどさ、まああれですわ、街が川ですわ街が川になってましたね完全に、ベルギーも。でだからね一応フランスにもそのベルギーとあとはドイツ国境アルザスの方に一応ね勧告っていうのかしら、気をつけてっていうのは出てる。あれちょっとおかしくない？ちょっと待って考えろ。123ここが1個抜け取るんじゃ。どうしようかな。無理やり戻っていい戻っていい近いから戻りますよ。ここかい？ここだ。ここ1個抜けてた。はい。そうでベルギーの映像もすごかったんだけど、一応だからフランス側はそのドイツ国境とベルギー国境に一応警戒警報っていうのかなが出てて、でライン川の水かさが増してるっていうことでね。ででもまあ一応コメントにもね気遣ってメッセージを書いてくれた方がいたんです。その方に返信をしたんですけど、一応なんていうのかなライン川沿いフランス側っていうのもまあ全体的にそうなんだけど、ライン川沿いはさ有名なさブラックフォレストだよね。黒い森っつってさ、フランス語だとフォレノワーっていうんだけど、フォレノワーっていうね実はケーキがあるんだよね。まあその話はまあちょっともう後にするけどさ、その地域が緩衝地帯になってるから、まあ水が出てもそんなすぐにはあれだろうと。あれ間違えてない？あれまた間違えてる。喋ってっかでそんなすぐには水が出ても大きい被害は出ないだろうと言われてるので、一応なんていうのかな、まあチェックはしてるみたいね。チェックはしてていちいちなんていうの、ちゃんと水かさのチェックはいつもしてるらしいんだけどね。でもまあね近いところであんな洪水になってるから、フランスだって安心はしてらんないよね。いつそういうことがあるか分かんないですからね。本当にこうでいいんかいな。こうでいいんかい。ちょっと待ってね。よーく見るよ。何か間違ってないか。何か間違ってるな。喋ってっからだよ喋ってっからだよちょっと待って。
ごめん、長編みでした。ね、だから去年だか一昨年だかそれも忘れちゃったんだけど、フランスでやっぱり南仏のニースの近くで被害があって、ニースのその海沿いでしょ、ニースは。でもそれよりももっと山の奥の方、山側の方で被害がやっぱりあって、土砂崩れかな、土砂崩れでガーッと家が流されてっていう被害があったわけですよね、フランスでも。だからそういうのがねたまにあるからね、フランスはね一応あれなんですよ、災害対策っていうのは一応してあるんだよね。時々雨が多い時期ってセーヌ川も結構氾濫するんで、そういうなんていうの、日本みたいなハザードマップみたいなフランスにもあって、で一応それで管理されてるんだよね、フランスは国全体的に。だって水が多い時本当にあちこちで洪水になるからさ、本当に。だから一応そういうシステムはあるんだけど、あれだってね、ドイツにはそういうのはないらしいね。なかったらしいね、なんかね、話を聞いてると。なのでああいう甚大な被害が、しかも直前までもうなんか水が出て停電バーンとなるまでみんな普通にラジオを聞いてたとか、ラジオも普通の音楽を流してたみたいなことをなんかテレビで言ってたけど、もう全然警報とかも何にも出ずにそのまんまいきなり流れちゃったっていう話なんでね。だからやっぱり慣れてないところだとそういうことになっちゃうのかなみたいなね。これでいいのかな、これでいいんだよね、これでいいんだよ、はい、これでいいので、こうしてこれこうに5つ入れるね、はい、はい、はいはいはい。そうだからね、あれですよ、セーヌのところもね結構水が出るんで、あれですよ、1900何年に洪水でここまで来ましたみたいな印とかがね結構街の中のところにこう目印があったりとかして、あるよ、パリ市内は。結構セーヌもだって、いつだったかな、去年一昨年かな、去年じゃないな、確か一昨年かな、多分一昨年だったと思うけど、6月ぐらいとか結構雨降んだよね、こっちもね。でそれで結構セーヌが氾濫しそうな感じぐらいまで水が上がることがあって、でその2年ぐらい前の、2年だか3年前の時はもうとにかくもうほんとギリギリって感じ、ギリギリだった。もう観光客もみんななんかこうセーヌにかかってる橋の上で一生懸命セーヌ川の写真撮ってましたよ。溢れそうになってるセーヌ川の写真をまあ私はねいつも通ってたんで、もちろん撮りましたけど、はいその時の写真あったらちょっと出しとこうか、今度ね、ここでねちょろっと出しておきますか。見つかったらね。でそんな感じでね、だからこっちも別に洪水って珍しくないんですけどね。でもあれはひどかったね。なんつうの、ただの洪水じゃなくてもう完全にさ土砂崩れっていうかさ、ああやってさなんか土石流っていうかさ、ああやって崩れちゃうとさ、だからあれですよ、こっちでも今回起こったかなりの土がね落ちたんで、それがガーッと下に流れていったでしょ。だから土石流ですよ。だから今回の熱海と同じですよ。熱海と同じ現象がフランスじゃない、ドイツで起こったんだよね。すごいことになってるけど、本当に普段は本当に細い小さな川がもう大河になっちゃったみたいな映像になってたからね。もうね、あれもでも大変だよね。ああやって家で流されてさ、もうさ反響欄になって騒いでる人もいたけど、そうなっちゃうよね。でもね、全部あれでいきなり失うなんてことになったらね、どうなっちゃうんだろうね。もう反響欄になってなんか泣き叫ぶか、もしくは呆然として何もできないかのどっちかになっちゃうよね。家が全部流されたらね。だって何もなくなっちゃうでしょ。身分証すらなくなっちゃうかもしれないんだからさね。いや怖いわ、怖いけどね。で家がちゃんとね残っててね、浸水とかなんつうの、家の中に土砂が入っちゃった人なんつうのはね、もうあれだよね、きっと切り替えてみんなお掃除してたけど、一生懸命ね、とにかくきれいにしなきゃなんつって一生懸命ね直すっていうか、なんつうの、まだ家が残ってる状態であればなんか気を取り直して掃除しなきゃっていう、なんか使命感じゃないけどやらなきゃいけないっていう気持ちでさ
そのなんつうの気を保てるっていうかねのかもしれないなって私はちょっと思ったんだけどね。はい、何にもなくなっちゃったらさ、何にもやることないじゃない、やれることないじゃない。だってそうなると逆にもう呆然としちゃうよね。いやほんと、いやまあ日本のさほら熱海もそうだけどさ、まあ、被害に遭った人たちがほんと胸が痛いわ、ああいうに見ると本当に。ニースの時のあの山、なんつうの山あれは何だったっけ、だから山崩れだよねあれもね、うん、洪水になってあれも崩れ、土砂崩れっていうの確か家が流されてたし、めったにあそこまでってことはめったにないけどね。本当普通にそのなんていうのこういうなんていうの洪水はあるけど、こう土砂崩れとかああいう土石流とかでガーッと流されるっていうのはね、やっぱねそんな見るもんじゃないからね、こっちでもね。いや怖いわ自然。でもねそれを考えるとね、いつもねうちの家人と話すんだけどさ、日本は大変だねっつって言われるわ。日本全部あんじゃんだって基本的にそんないろんなそういう天変地異みたいなことがさ割としょっちゅうあって、そして全部あるじゃん。台風にしろ地震にしろ火山にしろ、まあ地震と火山はねつきものだからね。でそうすると当然津波もあるわけでさ、これでさ日本なんか四季があるからさ、で梅雨があって大雨が降ってね、雨も降れば豪雪もあるしっていうのがあるじゃん。唯一そうだな、フランスと比べてないって言ったらなんだろう、暴風かな。こっちのね風はすごいっすよ。うん、西から吹いてくる風はものすごいですわ。うん、日本じゃなかなかないんじゃないの。140キロの風速140キロとかそういう風が吹くんだよね。うん、こっちはね。だから暴風林とか結構やっぱりブルターニュとかノルマンディーとかね暴風林いっぱいあるよね。だからね、うん、家と家の間にあれですよ、敷地の間には暴風林があるぐらい、ノルマンディーなんかね結構ね、うん、木植わってますよ。でもねその木もなぎ倒しますからね、すっごい風が吹いてる時はもう風速100キロなんて普通っすよ本当に。うん、すんごいっすよ。うん、あれはさすがにないよね日本ね。台風でもあそこまではなんないよね。うん、っていうぐらいの、台風みたいな風が吹きますこっちでも。うん、最近でもあんまりないかな。最近そんなに聞かない気がするな。冬に多いんだけどね、うん、あんまり聞かない。とにかく大西洋からの風だよね。それがすごいんだわ。だって天気のいい時とか何にもない時にブルターニュのさ大西洋のさ端っこっていうのかな、大西洋に突き出てるブルターニュの端っことか行っても相当風強いしね、うん、普段からね。そうでもブルターニュ綺麗ですよ。大好きです。ご飯も美味しいしね、うん、重要だねご飯美味しいってのは。やっぱりブルターニュいいね。うん、久々に行きたいけどちょっと遠いんだなやっぱりなちょっと遠いわな。うん、さてさて、ではこの模様をねしばらくね編んでいきますよ。この模様をねちょっとね終わりにするとこまでねじゃあずっと編んでこうかなと思いますよ。うん、この後だって結構まだ時間かかるからね。っていうのはさ、だってさこれをずっとさ10センチぐらい編んだ後にさまた違うものを編んでってさ50センチまで持ってくんじゃん。で50センチまで持ってきた後に今度フリンジ入れなきゃいけないわけよ。バーッとね。今こうやってわざと残してんだけどね、フリンジ用にね。でこれをさやっぱりさ全部に入れてさ、そんなグワーッとはやりませんわ。うん、フレンチフリンジっていうのかな、こういうなんていうの2本をこうやってくるくるくるって巻いて結ぶやつね、あれにしようと思ってるんで、そんなに本数は入れないんですんごい多いわけじゃないけれども、でもその作業もあるしね、まだまだ先は長いぞということで、じゃあねここいらでねちょっとねガーッとね編んでいこうと思いますよ。うん、編んでいこうと思います。はい、ここ、うんね、いい感じであれ、おかしいな、もうちょっと進んでった気がするが、これはどこに繋がってるのかな。え何あれ、何あれ、あっ、
見なかったことにしたいと思います。ここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。ではまた近いうちに皆さんお会いしましょう。本日はこれまで。じゃあさよなら。すいません。いや、あれなんですよ。なんでほどいたかっていう理由は簡単で、目数がちょっと合わなかったのね。編んでてなんかおかしいなって、ちょろごまかそうかなと思ったら、なんかごまかせないぐらいちょっとボヨーンってちょっと外に弧を描いて出てしまった部分が出てきましてですね。はい。そうなるとですね、私も気に入らないわけでございますよ。というわけで、ここまで戻ってまいりました。はい。おかしいな、数数えながらやってんだけどね。いやいや、でも大丈夫です。次ちゃんと言ったところまで編んどくんで、はい。ということで、はい。次回またすぐにお会いしましょう。じゃあ、さよなら。